静岡大学に在籍する先端研究者を紹介するこの番組。今回は、学術院人文社会科学領域経済経営系列の山下隆之先生をご紹介します。研究分野は、社会科学、経済学、理論経済学としており、現在の研究テーマは、産業空洞化の研究、日本型流通の経済分析、地域経済のシステムダイナミックスモデル開発、河川理論です。静岡大学学術院人文社会科学領域の山下隆之です。今日は私の研究について説明させていただきます。我が国日本では明治維新以降一貫して市場経済という経済体制を採用しています。市場経済には家計、企業、政府という3つの主体が存在して相互に結びつくことで経済が営まれています。このうち家計と企業の行動を詳しく調べて、そこから経済の運行法則を分析しようとする理論をミクロ経済学と呼びます。私は人文社会科学部でこのミクロ経済学の講義を担当しています。ミクロ経済学はさらにいくつかの分野に分かれるのですが、私は河川を分析する河川理論から研究者の世界に入りました。河川とは少数の大企業が構成する市場です。日本の自動車産業やビール産業が河川です。河川の分析においては国際化行動、連続河川、部分河川の3つの問題を重点的に研究してきました。現在ではそれぞれが産業空洞化の研究、流通の経済分析、地域経済の研究へとつながっています。今日はこのうちの産業空洞化の研究を中心に説明します。まず、産業空洞化の研究として、今年アメリカで発表した国内怪奇現象の研究を紹介します。研究を始めるときは多くの場合、日常生活の中で抱いた疑問が出発点となります。この研究では、2010年に地域経済研究のために静岡県内で行った企業ヒアリングが出発点となりました。いくつかの製造業で中国進出は儲からないという話を聞いたのです。中国進出を後押しする議論が多かった中で、なぜだろうという疑問を抱くことになりました。ところが、2015年1月に大企業のいくつかが中国からの撤退を表明したというニュースが報道されました。調べてみると、製造業がその生産拠点を中国から自国に引き上げる動きはアメリカで数年前から始まっていたことが分かりました。生産拠点の国内回帰は、製造業の海外進出で失われていた国内雇用を憂える人々にとってはとても良いニュースです。でも、そんなにうまく運ぶのかなという疑問が新たに生じて、モデル分析によって調べてみることにしました。モデルの開発には、コンピュータ上で数値シミュレーションが可能なシステムダイナミクスという手法を採用しました。これは1972年のローマクラブによる成長の限界という研究で有名になった手法です。将来予測を行うにはとても役立ちます。企業の海外移転は対外直接投資を伴います。このグラフは折れ線グラフでアメリカドルに対する円の為替レートの推移を示し、棒グラフでは対外直接投資額の変遷を示しています。製造業の対外直接投資は1985年のプラザ合意による円高以降、常に円高に移行しながら増えていることがわかります。日本の対外直接投資は円高による輸出減少をカバーするために行われています。その問題点は、生産拠点が海外に移転することによる国内雇用の減少と国内製造業の衰退です。
企業の海外進出によりもたらされる国内産業の衰退を産業の空洞化と呼びますが、日本で空洞化が発生しているかどうかに関しては学者の間でも意見が分かれています。製造業が次第に縮小していく脱工業化は自然な流れであり、非製造業における新産業でカバーすればよいから空洞化は発生しないという考え方があります。そこでグラフの縦軸に国内の全就業者に占める製造業のシェアを測り、横軸に人口1人当たり国内総生産 GDP を測り、その推移を調べてみました。ピンクの線が示しているアメリカでは、製造業が縮小しても1人当たり GDP が順調に伸びています。空洞化の進行は見られません。しかし、濃い青い線が示している日本では、1995年以降、製造業が縮小するにつれて、1人当たり GDP が減少する状態となっていることがわかります。したがって、日本では製造業が縮小すると、他の産業ではカバーできないために産業の空洞化につながるのです。産業の空洞化を前提とすると、生産拠点の国内回帰が始まることで国内雇用が回復し、産業空洞化から脱出できるのではないかという期待が生まれます。以上の視点から、このようなステップで産業空洞化を再現するモデルを開発しました。そして、為替レートを円安に転じて国内投資を増やすことで雇用や GDP の回復が見られるかどうかを分析しました。このグラフは縦軸に製造業の雇用シェア、横軸に人口1人当たり GDP をとっています。青い線が2015年以降1ドル77円の円高を想定したシミュレーションの結果です。赤い線が2015年以降1ドル122円の円安を想定したシミュレーションの結果です。製造業の雇用シェアは円安の下での方が低くなるのですが、1人当たり GDP は成長を続けることがわかります。この図は日本経済全体の GDP を示しています。円高シナリオの方が良くないことがわかります。以上の分析から国内回帰に関していくつかの結論が得られました。製造業の海外生産は日本国内の脱工業化を促進します。円高は負の脱工業化である産業の空洞化をもたらします。生産拠点の国内回帰は日本が産業の空洞化から脱出するのを助けてくれます。次に、流通の経済分析における研究成果を紹介します。1990年代に価格破壊と呼ばれる小売価格の急激な下落が見られました。寡占理論を応用してメーカーと流通業者のパワーバランスの変化を捉えることで価格破壊を経済理論的に分析できました。また、ゲーム理論を使うことで小売価格に見られる日米間の内外価格差の発生を説明することもできました。続いて、地域経済の研究を紹介します。この研究は静岡県との産学連携事業として始め、静岡県経済のシステムダイナミクスモデルを開発しました。研究としての特徴は、広報と要因法による人口推計と産業間の労働移動を経済成長モデルに組み込んだことで、そのアイデアが海外でも注目されました。2030年までの静岡県の産業別の経済成長を予測しましたが、現在までその予測通りに現実経済が推移しています。実りある研究を進めるには良い仲間が必要ですが、
この研究は学内と県庁に共同研究者を得て、現在もその応用を進めています。最後に、私の日常生活を紹介します。経済の理論研究ではアイデアが重要です。困ったことにアイデアはふとした瞬間に生まれるので、大学を離れたら経済学を忘れてリラックスをするように心がけています。そのために必要なのが美味しい食事と運動です。これはある日曜日の例です。なるべく早起きして午前中はテニスに集中します。汗をかいて美味しい食事を食べた後は頭が活動的になるので研究の構想などを検討します。子供の頃から欠かさない焦点を見ながら授業の準備。一日の最後は美味しいワインです。以上、研究の紹介を終わります。